嘘。太宰治。戦争が終わったら今度はまた急に何々主義だの何々主義だの浅ましく騒ぎ回って演説なんかしているけれども、私は何一つ信用できない気持ちです。主義も思想もへったくれもいらない。男は嘘をつくことをやめて、女は欲を捨てたら、それでもう日本の新しい建設ができると思う。私は焼け出されて津軽の生家の居候になり、うつうつとして楽しまず、ひょっこり訪ねてきた小学時代の同級生で、今はこの町の名誉職の人に向かって、そのような八つ当たりの愚論を吐いた。名誉職は笑って、いやごもっとも。しかしそれは逆じゃありませんか。男が欲を捨てて、女が嘘をつくことをやめる。とこう来なくてはいけません。と嫌にはっきり反対する。私はたじろぎ、そりゃまたなぜです。まあどっちでも同じようなものですが、しかし女の嘘はすごいものです。私は今年の正月、いやもう身の毛もよだつような思いをしました。それ以来、私は点で女というものを信用しなくなりました。うちの女房なんか、あんな薄汚いババアでも、あれで案外他に男をこしらえているかもしれない。いや、それは本当にわからないものですよ。と、笑わずに言って、次のように田舎の秘話を語り聞かせてくれた。以下、私というのは、その当時37歳の名誉職ご自身のことである。今だからこんな話も公開できるのですが、当時はそれこそ極秘の事件で、この町でこの事件について多少でも知っていたのは、ここの警察署長と、この署長さんはそれから間もなく転任になりましたが、いい人でした。それから、この私と、もうそれくらいのものでした。今年の正月は、日本全国どこでもそのようでしたが、この地方も何十年ぶりかの大雪で、往来の電線に手が届きそうになるほど雪が降り、庭木はへし折られ、塀は押し倒され、またぺしゃんこに潰された家などもあり、ほとんど大洪水みたいな被害で、連日の猛吹雪のため、この辺り一帯の交通が20日間も全くと途絶えていました。その頃のことです。夜の8時ちょっと前くらいだったでしょうか。私が上の女の子に算術を教えていたら、ほとんどもう雪だるまそっくりの格好で警察署長がやってきました。何やらどうもただならぬ気配です。上がれと言っても上がりません。この署長はひどく酒が好きで、私とはいい飲み友達で、元から遠慮も何もない仲だったのですが、その夜はいつになく他人行儀で、土間に突っ立ったまま、もじもじして、いや今日は、と言い、お願いがあってきたのです。と、思い詰めたような口調で言う。これはいよいよただごとではないな、と私も緊張しました。私は、下駄を突っかけて土間へ降り、無言で鶏小屋へ案内しました。ヒナの保温のために、その小屋には火鉢を置いてあるのです。私たちは真っ暗い鶏小屋にこっそり入ります。私たちが入っていっても、鶏どもが少しも騒がなかったほど、それほどこっそり忍び込んだのです。私たちは火鉢を中にして、向かい合って突っ立っていました。絶対に秘密にしておいてください。脱走事件です。と、署長は言う。警察の留置場から誰か脱走したのだろう。と私は、初めはそう思いました。黙って次の説明を待っていました。多分、この町には先例のなかったことでしょう。あなたのご親戚の慶吾さんね、入隊していないんです。私は頭から冷や水をぶっかけられたような気がしました。いやしかしあれは、と私はほとんど夢中で言いました。あれは確か私が青森の部隊の営門まで送り届けたはずですが。そうです。それは私も知っています。しかし、向こうの憲兵隊から、彼は初めから来ていない、という電話です。一体ならば、憲兵がこちらへ捜査に来るはずなのですが、この大雪で、どうにもならぬ。よって、まず先に、内々の捜査を言いつけてきたのです。それで私は、あなたに一つ、お願いがあるのです。慶吾ってのは、どんな男だか、あなたなどは、東京にばかりいらっしゃったのだから、何もご存じないでしょうし、また、今はこんな時代になって何を公表しても差し支えないわけでしょうから、それはどこの誰だとはっきり明かしてしまってもいいとは言うものの、でもいずれにしても
これは美談というわけのものではないのですから、やっぱりどうも、あれの氏素性をこれ以上詳しく説明するのは、私には辛くていけません。まあぼんやり、警護とだけ覚えていてください。私の遠縁の男なんです。嫁をもらったばかりの若い百姓です。そいつに召集令状が来て、まるでもう汽車に乗ったこともないような田舎者なのですから、私が青森の部隊の営門まで送り届けてやったのですが、それが入隊していないというのです。一旦営門に入って、それからすぐにまたひょいと逃げ出したのでしょうか。所長の願いというのは、とにかくあの警護は逃げ出したって他に行くところもない。この吹雪の中を幾日かかっても山越えして家へ帰ってくるに違いない。死にやしない。必ず家へ帰ってくる。何せあれの嫁は、あれには不似合いなほどの美人なんだから、必ず家へ帰る。そこであなたに一つお願いがある。あなたはあの夫婦の媒酌人だったはずだし、またかねてからあの夫婦はあなたを非常に尊敬している。いや、冷やかしているのではありません。真面目な話です。それで今夜あなたはご苦労だが、あれの家へ行って嫁によくよく説き聞かせ、決して悪いようにはせぬから、もし警護が家に帰ってきたなら、こっそりあなたに知らせてくれるように、しっかりと言いつけてやってください。ここ2、3日中に警護が見つかったならば、私は警護に何の罰もかからないように取り計らうことができます。何せこの大雪で交通機関がめちゃめちゃなのですから、私はあれが入隊に遅れた理由を、そこは何とかうまく報告できるつもりです。脱走兵を出したとあっては、この町全体の不名誉です。この町の名誉のために、一つご苦労でも頼む。というようなことでした。私は所長と一緒に吹雪の中をあれの家へ出かけました。かなり遠いのです。どうも人間の一生にはいろいろなことがあると思いましたよ。私のような兵役免除の亭主が帝国軍人の妻たる者の心がけを解こうというのは、どう考えたって少し無理ですよ。あれの家の前で所長と無言で別れ、私はあれの家の土間に入っていきました。あなたがこれまで東京に長くいらっしゃったと聞いても、やはりこの土地の生まれなのですから、この辺の農家の構造はご存知でしょう。土間へ入ると、左手は馬小屋で、右手は今と台所兼用の板敷きの部屋で、大きい炉なんかあって、まあ警護の家も大体あれ式なのです。嫁はまだ起きていて、炉端で縫い物をしていました。ほう、感心だの。俺のうちの女房などは、晩下の飯を食うと、すぐに赤ん坊に添い寝して、それっきりぐーぐーと大いびきだ。夜鍋もクソもあれやしねえ。お前は、さすがに出征兵士の妻だけあって、感心だ、感心だ。などと、誠に下手な褒め方をして、街灯を脱ぎ、もともともう礼儀も何も不要な身内の家なのですから、のこのこ上がり込んで、炉端に大あぐらをかき、ババ茶は寝たかと尋ねます。警護には盲目の母があるのです。ババ茶は寝て夢でも見るのが一番の楽しみだべ。と、嫁は縫い物を続けながら少し笑って答えます。まあそんなところかもしれない。お前もなかなか苦労が多いの。しかし、今の時代は日本国中に幸せな人は一人もいねえのだからな。辛くてもしばらくの我慢だ。何か思いに余る心配事でも起こった時には、俺のところへ相談に来ればいいし、のう。ありがとうごす。今日はまた、どこからかのお帰りですか？遅いです。俺か？いや、どこの帰りでもねえ。まっすぐにここさ来たのだ。どうも私は駆け引きということが嫌いで、いや、駆け引きしたいと思っても、面倒くさくて、とてもできないたちですので、ちょっと気まずくても、ありのままを言うことにしているのです。そのために、思わず難儀が降りかかってきたこともありますが、しかし駆け引きして成功しても、長続きはしないような気がするのです。その時も、私は下手な小細工をしたってしようがないと思って、まっすぐにここさ来た、と本当のことを言ったのですが、嫁は別にそれを気に留める様子もなく、新しい薪を2本、炉にくべて、また縫い物を続けます。変なことをお尋ねするようですが、あなたと私とは小学校の同級生ですから、同じ年の37、いやもう2、3週間すると、昭和21年になって38。ところでどうです？この年になっても、やはり色気はあるでしょ？いや冗談ではなく、私はいつも誰かに聞いてみたいと思っていたことなのです。
まさか私はこの通り頭がはげて、子供が4人もあって、手の皮なんかもこんなに厚くなって、ひびだらけで、ささくれだって、こんな手で女の柔らかい着物などに触ったら、手の皮が引っかかっていけないでしょう。このような低たらくで、愛だの恋だのを囁く勇気はさすがにありませんが、しかし、色気というのは案外なもので、ちょっと綺麗な女と二人きりで、よもやまの話などをしているうちに、何か妙な気がしてくることがあるのです。あなたはどうでしょう？いや、私は普通よりも少し色気が強いのかもしれません。実は、私はこんな薄汚い親父になり下がっていながら、大抵の女と平気で話ができないたちなんです。まさか私は、その話し相手の女に、惚れるの惚れられるの、そんなバカなことは考えませんが、どうもなんだか心にこだわりができてくるのです。窮屈なんです。どうしても男同士で話し合うように、さっぱりとは参りません。自分の胸の中のどこかに、もやもやと濁っているものがあるような気がしていけません。あれはやはり私の色気のせいだと思うのですが、どんなものでしょうか。しかしまた、私にそんなこだわりを全然感じさせない女の人もたまにはあるのです。80のババアとか5歳の娘とか、それは問題になりませんが、女盛りの年頃で、しかもなかなかの美人でありながら、ちっとも私に窮屈な思いをさせず、私もからりとした非常に楽な気持ちで滞在していることができる。そんな女の人もたまにはあるのです。あれは一体どういうものでしょう。私はこの頃はまた何が何やらわからなくなってしまいましたが、以前はまあこんな具合に考えていたのです。私に窮屈な思いをさせないというのは、つまり私に微塵も色気を感じさせないということなのだから、きっとその女の人の精神が気高いのだろう。話をしてこだわりを感じさせる女には、まさか好くの好かれるというはっきりした気持ちなどはないでしょうが、自身でも気のつかない、あてもないぼんやりとしたお色気があって、それが話し相手に絡まって、変に相手を窮屈にさせてしまうのではないだろうか。とまあそんな風に考えていたのでした。要するに私は話をして落ち着かない気持ちを起こさせる女は、みだらとは言えないまでも多少のお色気のある女として感服せず、そうして平気で話し合える女を心の正しい人として尊敬していました。ところで、その警護の嫁は他の人にはどうかわかりませんが、私にはこれまで一度も全く少しのこだわりも感じさせない女だったのです。今はもう地主も小作人もあったものではありませんが、もともとこの嫁は私の家の代々の小作人の娘で、小さい頃からちょっと思案深そうな顔つきをしていました。百姓には珍しく、体つきがほっそりして、色が白く、大人になったら顔がちょっとしゃくれてきて、悪く言えば般若面に似たところもありましたが、しかしなかなかの美人という町の評判で、口数も少なく、よく働き、それに何よりも、私に全然例のこだわりを感じさせぬところが気に入って、私は親戚の警護にもらってやったのでした。どんなに親しい間柄とは言っても、私とその嫁とは他人なのだし、私だってまだヨボヨボの老人というわけではないし、まして相手は若い美人で、しかも亭主が出征中に夜遅くのこのこ訪ねて行って、そうして二人きりで炉端で話をするというのは、普通ならばあまり穏やかなことでもないのでしょうが、しかし私はあの嫁に対してだけは、ちっとも後ろめたいものを感じず、そうしてそれはその女の人格が高潔なせいであるとばかり返していたのですから、一向に平気で悠々と話し込みました。実は今日はお前に大事なお願いがあってきたのだ。はと言って、嫁は縫い物の手を休め、ぼんやり私の顔を見守ります。いや、針仕事をしながらでいい。落ち着いて聞いてくれ。これはお国のため、というよりはこの町のため、いや、お前たち一家のために、ぜひとも聞いてくれろ。第一には、警護自身のため、またお前のため、また馬場ちゃんのため、それからお前たちの先祖、子孫のため、何としても今度の俺の願い一つだけは聞いてくれねばいけねえ。なんだベネス。嫁は針仕事を続けながら小声で言いました。別に心配そうな顔もしていません。驚いてはいけねえ。とは言ってもいや、誰だって驚くに違いないが、実はな、先ほど警察の署長さんが俺の家へおいでになって、と私は駆け引きも小細工も何もせず、署長から言われたことをそのまま伝えて、警護も心得違いしたものだが、しかし、どんな人でも一度は間が差すというか、間がつくというか、妙な間違いを起こしたがるものだ。これははしかのようなもので、
人間の持って生まれた心の毒を一度は外へ吹き出さなければならねえものらしい。だから、起こした間違いは仕方のねえこととして、その間違いをそれ以上に大きな騒ぎにしないように努めるのが、お前や俺の真心というものではないか。所長さんも決して悪いようにはしないと言っている。あれは人を騙したりなどしない人だ。この町の名誉のため、ここ2、3日中に警護が見つかりさえすれば、なんとかうまく、全然お上のお叱りのないように取り計らうと言っている。所長も俺も黙っている。この町の誰にも絶対に言わぬ。どうか頼む。警護はきっとお前のところへ帰ってくる。帰ってきたら、もう何も考えることはいらない。すぐに俺のところへ知らせに来てくれ。それが第一に警護のため、お前のため、馬場茶のため、先祖、子孫のためだ。嫁は顔色も変えず、縫い物を続けながら黙って聞いていましたが、その時、肩で深く息をついて、なんぼバカだかのう、と言って、左手の甲で涙を拭きました。お前も辛いところだ。それは重々察している。しかし、今日本では、お前よりも何倍も辛い思いしている人が数限りなくあるのだから、お前もここはこらえてくれろ。必ず、警護が帰ってきたら、俺のところへ知らせてくれ。頼む。俺は今までお前たちに物を頼んだことは一度もなかったが、今度だけは、この通り、俺は手をついてお前にお願いする。私はお辞儀をしました。吹雪の音に混じって、馬小屋の方から小さい咳払いが聞こえました。私は顔を上げて、今お前は咳をしたか？いいえ。嫁は私の顔を怪訝そうに見て静かに答えます。それでは、今の咳は誰のだ？お前には聞こえなかったか？さあ、別に。何にも。と言って、薄ら笑いをしました。私はその時、なぜだか全身鳥肌立つほどゾッとしました。来てるんでないか？おい、お前、騙してはダメだ。警護はあの馬小屋にいるんでないか？私の慌てて騒ぐ様子がよっぽど滑稽なものだったと見えて、嫁は膝の上の縫い物を脇にのけ、顔を膝に押し付けるようにして、うふふふっと笑いむせんでしまいました。しばらくして顔を上げ、笑いをこらえているように、下唇を噛んで、ぽっと湯上がりくらいに赤らんでいる顔を仰向けて、乱れた髪をかき上げ、それから急に真面目になって私の方にまっすぐに向き直り、安心して消せ。私もバカでごいせん。来たら来たと必ずあなたのところさ、知らせに行きます。その時はどうかよろしくお願いします。おお、そうか。と私は苦笑して、さっきの咳払いは俺の空耳であったべな。こうなると、どうも男よりも女子の方がしっかりしている。それではどうかよろしく頼むよ。はあ、承知しました。頼もしげにうなずきます。私はほっとして、それでは帰ろうかと腰を浮かしかけた途端に、馬小屋の方で、バカ、命を粗末にするなと、明らかに所長の声です。続いて、恐ろしく大きな物音が。名誉職はそこまで語って、それから火鉢の火を火箸でいじくりながらしばらく黙っていた。で、どうしたのです？と、私は催促した。いたのですか？いるもいないも、と言って、彼は火鉢をぐさぐさと肺に深く突き刺し、2日も前から来ていたんですよ。ひどいじゃありませんか。2日も前に帰ってきて、そうして嫁と相談して、馬小屋の屋根裏の、この辺ではマギと言っていますが、まあ干し草や何かを入れておくところですな。そこへ隠れていたのです。もちろん嫁の入れ知恵です。母は盲目だし、いい加減に騙して、そうしてこっそり馬小屋のマギに警護を隠し、サンドの食事をそこへ運んでいたのだそうですよ。後で警護がそう言っていました。何、あの嫁なんか一言も何も言いません。今もって知らんぷりです。あの晩に私が行って、嫁にあれほど腹の底を打ち割った話をして、そうして男一匹手をついてお願いしたのに、まあ、あの落ち着き払った顔。かえって馬小屋のマギで聞いていた警護の方で、申し訳なくなって、あなた馬小屋の針に縄をかけ、首をくくって死のうとしたのです。所長は私と別れてからも、商売柄その辺をうろついて見張っていたのでしょう。馬小屋で確かに人の気配がするので、土間からそっと覗いてみると、警護がぶらりです。そこでもってバカ、命を粗末にするなと叫び、引きずり下ろしたところへ、私たちが駆けつけたというわけでしたが、
その所長のバカという声とともに、私たちは立ち上がり、思わず顔を見合わせ、その時の嫁のまるでもう4年なさそうに首をかしげて馬小屋の物音に耳を澄ました格好は、いやもうほとんど真のごとくでした。恐ろしいものです。そうして私たちは馬小屋へ駆けつけ、警護は所長に捕らえられて、もう嫁の真っ赤な嘘が眼前にバレているのに、嫁は私の後ろから警護の方を覗いてみて、いつ戻ったのだべと小声で言い、私は後で警護から2日前にすでに帰っていたということを聞かなかったら、この嫁が警護の帰宅をその時まで全く知らなかったのだと永遠に信じていたでしょう。きっとそうです。嫁はもうそれっきり何も言わず、時々薄ら笑いさえ顔に浮かべ、何を考えているのやら、何と思っているのやら、もうまるでわかりません。色気を感じさせないところが偉いと私は尊敬していたのですが、やっぱりちょっと男に色気を起こさせるくらいの女の方が善良で正直なのかもしれません。何が何やら、もう私は女の言うことは点で信用しないことにしました。警護はすぐに所長の証明書を持って青森に出かけ、何事もなく勤務して終戦になってすぐ帰宅し、今は夫婦仲良さそうに暮らしていますが、私はあの嫁には呆れ果ててしまいましたから、めったに警護の家には参りません。よくしかしあんなにシャーシャーと落ち着いて嘘をつけたものです。女があんなに平気で嘘をつく間は、日本はダメだと思いますが、どうでしょうか。それは、女は日本ばかりでなく、世界中どこでも同じことでしょう。しかし、と、私はすこぶる軽快な感想を口走った。そのお嫁さんは、あなたに惚れてやしませんか。名誉職は笑わずに首をかしげた。それから真面目にこう答えた。そんなことはありません。とはっきり否定し、そうしていよいよ真面目に。私は過去の15年間の東京生活でこんな正直な響きを持った言葉を聞いたことがなかった。小さいため息さえ漏らして、しかし、うちの女房とあの嫁とは仲が悪かったです。私は微笑した。